夫にはもうちょっと家事をしてほしいな。家事をするのはいいけど、指摘はされたくないな。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらです。この動画では、この登場人物の悩みに対して、この本に書かれている重要な3つのポイントを適用して、登場人物の悩みを解決していく動画です。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは、下地寛也さんが書いたしやすいの作り方です。皆さんは音が綺麗なイヤホンとノイズがたくさん入っているイヤホン、どちらを使いたいと思いますか？当然、音が綺麗なイヤホンですよね。なぜならそれは聞きやすいからなんです。実は世の中のあらゆるものはしにくいとしやすいで分かれているんですね。読みやすい、覚えやすい、続けやすいとかいろいろありますよね。しかし、しやすい状態にするにはテクニックが必要なんです。この本ではその具体的なテクニックが紹介されています。今回はその一例として家事の分担がしにくい状態になっている夫婦のケースについてご紹介したいと思います。今回の登場人物は2人です。まずは秀樹さん40歳、IT 関係の仕事をしております。家では穏やかで優しいんですが、家事に関しては少し不器用なところがあるということです。妻との関係は良好なんですけど、家事の分担についての微妙なズレに悩んでいるそうです。平日は出社しているため、家事はほとんど妻に任せているんですね。担当している家事は、ゴミ出しや妻に頼まれた生活用品の買い物などを行っているということです。土日には家事を手伝うんですけど、妻のこだわりが強いので、指摘されることが多く、積極的に関わることは避けがちだということなんですね。もう一人の登場人物を紹介いたします。ともかさん38歳です。事務職で在宅勤務をしております。細かいことに気が利く性格で、特に家事にはこだわりが強いんだそうです。子供がまだ小さいため、仕事と育児、家事を一人でこなす日々が続いているということなんですね。負担が多く、自分だけ頑張っていると感じており、夫にもっと家事を分担してほしいと考えているそうです。朝から夜まで在宅勤務しながら家事全般をこなしているんですね。子供の面倒も見ながら仕事をしているため、心身ともに疲れやすく、ストレスを感じることが多いということなんです。夫が手伝ってくれるのは嬉しいんですけど、家事の細かい部分に満足できず、つい指摘してしまうことがあるということなんです。そんなお二人の目的は、理想的な家事分担を行い、夫婦がお互いに心地よく生活できる環境を整えるに設定いたしました。この本の重要な3つのポイントを秀樹さんと友香さんの悩みに当てはめていき、どうしたらお二人の目的を達成することができるのかということについてこれから説明していきたいと思います。一つ目のポイントは、分けたいものをすべて書き出すです。家事を分担する前に、夫婦それぞれがどの家事を担当しているのか、見えていないことがあるんですね。なので、まずは具体的に書き出してみましょう。例として、掃除、洗濯、ゴミ出し、料理、育児、買い物など、日々のルーチンに含まれるすべての家事をリスト化します。この作業の目的は、家事の見える化なんです。リスト化することで、誰が何をしているのかが可視化されて、話し合いの土台ができてくるんですね。例えば、掃除と一口に言っても、トイレ掃除や洗面所掃除など細かく書き出すと、夫もこんなに多いのかと実感できて、次のステップに進みやすくなるんですね。二つ目のポイントは、家事の分け方を思いつく限り書き出してみるです。リストアップした家事をどのように分担するのが効率的なのか、思いつく限り書き出してみてください。ここで大切なのは、いきなり結論を出さずに、どんな分け方があり得るかっていうのを全て書き出すことなんですね。例えば分け方の候補としては、以下のような切り口が考えられます。毎日必要なもの、週1回でいいもの。時間のかかる家事、すぐできる家事。力のいる家事、力のいらない家事。好きな家事、嫌いな家事。こだわりたい家事、こだわらない家事。このように様々な切り口で家事を分けることによって、夫婦それぞれの特性や状況に合わせた最適な分担が見つかりやすくなります。ここでは思いつく限り書き出してみることが大切なので、こんな分け方は違うかなと思っていても、まずは全て書き出してみてください。3つ目のポイントは、分ける目的を明確にし、解決の糸口につながる分け方を選ぶです。
まずはともかさんの目的を明確にしてみましょう。ともかさんは家事をしながら仕事もしなくてはいけない状態なんですね。そのため、できるだけ負担を減らしたいというふうに思っているんです。これが一つ目の目的になりそうですね。他にも目的があるか考えてみましょう。すると、こんな答えが返ってきました。夕食は美味しくてしっかりと栄養のあるものを作りたい。だけど、朝やお昼はそれなりでいい。汚れているところがあると気になるから、掃除はきっちりとしたい。これを目的として書き出してみると、こだわる家事はしっかりと行いたいということになりますよね。まずはこの二つ目の目的の観点から妻の家事を分けてみましょう。一方、秀樹さんは家事をする日が限られているので、家事の時間で分けてみましょう。ともかさんの家事の時間も追記しています。この表をじっくり眺めてみましょう。どうでしょう？こだわりがあるものは、ともかさんがやった方が良さそうですよね。では、こだわりがなくて負担が中、大のものはどうでしょうか？これを少しでも夫の方に分配できれば、妻の目的のできるだけ負担を減らしたいという目的も達成できますし、こだわる仕事には手をつけていないので、ともかさんからも注意されることはなさそうですよね。話し合いの結果、週末の昼食の準備は秀樹さんが担当することに、他の項目については曜日を決めて2人で分担してやってみようということになりました。このステップで重要なのは、話し合いでお互いの考えや状況を尊重することなんですね。妻のできるだけ負担を減らしたい、こだわる家事はしっかりとしたいという目的を夫が理解し、それに向けて積極的に動くことで家事分担の改善が進みやすくなりますね。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？今回は家事の分担の例を用いて分担しやすいを作ってみました。この他にも少し工夫することで動きやすいとか分かりやすいとかいろいろなしやすいを作ることができます。ポイントは家事の時と同じでやっていることを書き出して見える化するというのが初めのステップです。そして次に分ける方法を思いつく限り考えてみるということをします。そして最後に分ける目的を明確にしてその目的に沿った分ける方法を適用するということなんですね。言葉で言うとちょっと難しい感じもしますので、紙や PC を使ってこれらのステップを順番に行ってみてください。きっといい分け方ができるはずです。最後まで動画を見てくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。